こは。どうやらここが神域の終点みたいだな。領域への門がありますね。奥には結界か。こんな場所に領域があるということは来たか。アリオスさん。やっぱりまさかあの戦機を破るとはな。もはや初めて会った時のおぼつかなさはなさそうだ。言葉は無用。我が領域の果てで待つ。ついに来ちまったか。ええ、私たち特務支援課の最大のライバルにして目標。思えば私たちが知り合った時からの縁ですよね。ああ、ジオフロントに潜って竜たちを助けるときに危ないところを助けてもらって。なるほどな。まさに因縁の関係ですね。行こう。アリオスさんが待っている。ええ、合点承知だぜ。ここがマクレインの内面。無数の戒めらしすぎです。あの人はどれだけのものを背負って。たく抱え込みすぎなんだっつうオーガロスも桁違いだったけど、今度の相手は背負っているものが違う。多分鋼の聖女以上に厳しい戦いが待っているはずだ。だが俺たちもここで引くわけにはいかない。ヒーヤを取り戻すためにも、全ての真実を明らかにするためにも、そしてしずくちゃんとの約束のためにも、俺たちの全身全霊をもって牽制の領域に挑もう。はい。ついにここまで。3年前のあの日にたどり着いた。兄貴、待っててくれ。あの日の闇をきっと照らし出してみせる。至ったか。アリオスさん。もうあの長官の格好はしてねえんだろ。クロイス氏の要請とはいえ、もともと無理のある人事だからな。独立国の無効宣言があった以上、俺にあれを着る資格はない。国防長官でも遊撃士でもなく、ただの無頼の剣士としてここに立っていると思うがいい。マクレイン、どうしてそこまで。律儀すぎです。参ったな。聞きたいことがいろいろありすぎて整理できていないんですけど、まずは答え合わせをしても構いませんか？ああ、元よりそのつもりだ。聞くがいい。ただ一つのことを除いて全てに答えよう。それでは
辛いことを聞くようで申し訳ありませんが、5年前の事故について教えてもらえませんか？ああ、もはや隠す必要もあるまい。5年前、表通りで起きた運搬車の爆発事故。お前たちも気づいているように、あれは帝国と共和国の諜報戦の結果として起きたものだった。やはり当然一家ではその事実を把握していたはずだな。そして帝国共和国派に配慮した上層部の判断で当然のように握りつぶされたわけだが、そのこと自体に失望はあっても今さら恨みはない。言葉もそれでアリオスさんの奥さんとしずくちゃんは。ああ、鞘の命は失われ、雫の光は奪われた。あれから5年、両国の諜報機関が整備されたことで無意な破壊工作はなくなった。数十年にわたる暗闘の結果、鞘たちと同じような被害者は少なからず出ていた。ロイド、お前の両親やイアン先生の家族を含めてな。なんだと。ロイドのご両親って確か15年前の飛行船事故で。ああ、前に話した通りだ。俺は物心ついたばかりでほとんど覚えていないけど、じゃあその時にイアン先生の家族というのも。ああ、奥さんとお子さん2人がそれに乗っていたと聞いている。俺には雫が残されたが、全てを失った彼の嘆きと悲しみは想像もつかないくらいだろう。そしてその時、ガイとイアン先生も同じ遺族として知り合っているはずだ。そんなことが。その情報は一家でも把握されていなかった。そして5年前の事件の後、俺は警察を辞め遊撃士協会の門戸を叩いた。警察への失望、雫の入院費用の捻出、いろいろと理由はあったが、単に鞘を失った悲しみから逃れたかっただけかもしれない。その気になればいくらでもある遊撃士の仕事に没頭することでな。アリオスさん、ずっと疑問に思っていたことがあったんです。どうしてディーターさんたちとあなたの存在が結びつくのかと。確かにおじさまやベルは経済や金融、クロイス家に関係する教団の情報には詳しそうだけど。帝国と共和国の水面下での、そのあたりの事情にまで通じているのは違和感がある。お互い接点がない両名なのに、大統領になったディーターさんはアリオスさんを国防長官に指名した。なるほど、そういうことか。その両者を結びつけたのがイアン先生だったというわけか。ええ、違いますか？その通りだ。警察時代、お前たちと同じく俺とガイもイアン先生の情報には随分と助けられたものだった。教団のロッジ制圧作戦でも民間のアドバイザーとして協力していたくらいの情報通だ。そして遊撃士になった後も彼とは頻繁に情報交換していた。一方で先生は IBC のホームを通じてクロイス親子と昔から親交があった。そしてあらゆる情報と要素は先生のところに集約統合され、
クロイス氏は彼に誘導されるままさまざまな政治工作と司法の力によるクロスベル独立を成し遂げた。その裏で彼とマリアベル嬢によって真の計画が進められているとも知らず。真の計画？青きゼロの計画ですか？そう、サヤたちの事故についても先生はいち早く真相に気づいていた。そして俺に事情を打ち明け、俺も計画に協力することとなった。これがいきさつの全てだ。全てはイアン先生とマリアベルさんの手のひらの上。とんでもない話だぜ。これも同じく疑問に思っていたことですが、キーヤを太陽の砦の地下から連れ出したのはアリオスさんですね。そしてシュバルツオークションに出品されるローゼンベルク人形と入れ替えたのも。そういえば確かにその問題も完全には明らかになっていませんね。ああ、その通りだ。それに関しては先生ではなくマリアベル嬢の主導だったがな。どうやら彼女はヨアヒムの動きを完全に把握していたようでな。彼女の転移術で俺たちはたやすく最下層の祭壇にたどり着き、あの子をゆりかごから解放した。そして俺はレミフェリア方面から運ばれてきたローゼンベルク人形とあの子をすり替えた。そのローゼンベルク人形自体もルバーチェ側に気づかれないようにマリアベル嬢が用意したものだがな。そんなことまで。しかしそんなことをしてマリアベルさんに何の意味があったんですか？計画にキーヤが必要ならそのまま保護すればよかったのに。一つはヘイユへも巻き込んでルバーチェ側の面目を失墜させ自滅の第一歩とすること。もしオークションの場で彼女が目覚めることになったらマリアベル嬢が動いたはずだ。動揺する客とマルコーニを前に IBC の名を出してあの子の保護を買って出るつもりだったのだ。ヘイユエが動いたら別の展開もあっただろうが、いずれにせよあの時はこの俺も会場内に潜伏していた。どんな展開になったとしても収集できる体制は整っていたわけだ。なんつうかウルトラシーすぎんだろ。用意周到すぎます。そしてもう一つはあのような得意な状況で司法を目覚めさせることで潜在能力を見極めるということだ。キーヤの潜在能力を見極める。どういうことですか？さてマリアベル嬢がそう言っていたというだけだ。おそらくあの子を長き眠りから目覚めさせる条件の一つなのかもしれないが、いずれにせよエイドスの導きかそれとも単なる偶然か、彼女はお前たちの前で目覚めた。マリアベル嬢にしたら完全に想定外だったはずだ。あの子がお前たちに引き取られ一緒に暮らすことになったのも含めて歓迎しているかのようだった。ダメだ、わけがわからねベル、一体何のつもりで？それじゃ兄貴が亡くなった日のこと、その真実を教えてもらえますか？いいだろう。サヤを亡くして警察を離れてから2年、俺は
イアン先生たちの計画に協力し、いくつもの工作を成し遂げていた。いずれも後ろぐらい陰謀めいた工作ばかりだ。だがギルド関係者をはじめ、それを誰かに感づかれることはついになかった。ガイ・バニングス、かつての俺の相棒を除いては。ガイは、あいつは凄まじいほどの嗅覚と粘り強さでさまざまな陰謀と秘密に迫っていた。帝国と共和国による暗闘、ハルトマン議長とルバーチェ、そして DG 教団残党の動き、そのさらに背後にあるクロイス家の計画にまで、そしてあの雨の日、ガイは俺を着工したばかりのオルキスタワーの建設現場に呼び出した。無論計画の詳細までは掴んでいなかったが、ガイの推測は驚くほど的確で計画の全体像を捉えていた。教団とマフィアを利用したクロイス氏の政界進出、外国勢力の仕業に見せかけてクロスベル氏を襲撃させることで独立の機運を煽ること、さらにはクロイス家の何かで大陸全土を威圧主導すること、信じがたいことにそんなことまで指摘してのけた。そして手を引けという俺の言葉をガイは受け入れず、俺たちは雨の中死闘を始めた。武術の腕は俺がやや上だが、ガイには揺るぎない意志による力がみなぎっていた。何十号と打ち合い、お互いの体力を奪い合いながら雨の中の死闘は続き、そしてガイは命を落とすこととなった。当然あいつのトンファーを現場から持ち去ったのは俺だ。トンファーに無数に刻まれた刀傷から犯人を特定されたくなかったからだ。そんなことが。これがあの雨の日起こった事件のあらましだ。その後マフィアの手下が現れ、ガイのバッジを持っていかれたのはさすがに想定外だったが、いずれにしてもこれで大体の疑問には答えられただろう。いいえ、当然知っているでしょうが、兄貴の死因は銃撃によるものです。そのことについての説明がなかったみたいですが。警察にいた頃に拳銃の扱いは習得している。しつこく食い下がってくる面倒な相手に業を煮やして使ったまでだが。嘘だな、マクレイン。そのような死闘の中で別の獲物を構える余裕などあるものか。ましてや相手の背中からとどめを刺すなど不可能だ。まあ道理ってやつだな。一体誰がガイさんを撃ったのか話してください。何を言われようとガイを死に追いやったのは俺以外の何者でもない。そして俺はかつての相棒を犠牲にしてまで計画に協力する道を選んだ。そして今もなお痛いけな少女の思いを利用して計画を完了させようとしている。全てはサヤのため、そして雫の未来のためだ。アリオスさん、しずくちゃんがこんなことして喜ぶとでも。無論喜ぶわけがない。だがクロスベルという血の呪いはあの子から母と光を奪った。そしてクロスベルが大陸のこの位置にある以上、
呪いは決して消えることはない。人の世の断りを超越した奇跡でも起きない限りは。3年前ガイは俺のことを一言も責めず死闘の果てに命を落とした。そして司法となったキーヤは雫の目を直してくれた。もはや後戻りできる道理はない。承服できなければ力を持って止めてみるがいい。兄の残したそのトンファーで見事兄の仇を討って大切なものを取り戻すための道を切り開いてみせるがいい。わかりました。だが兄貴の仇を取るつもりは毛頭ありません。ガイ・バニングスの意志を継いで立ち上げられたささやかな部署として雫ちゃんをはじめ大勢の人々の思いを託された特務支援家としてあなたという壁を乗り越えキーヤを取り戻して本当の意味で事件を解決してみせる。さすがは俺らのリーダー。オルキスタワーで待っている雫ちゃんのためにも絶対に引けません。仕方のないやつだ。全力で援護します。いいだろう。八王一刀流二の型奥義回伝アリオス・マクレイン。一身上の都合により義に背き道を外れ勝手を貫かせてもらう。来るがいい特務支援家。いいだろう。八王が奥義しかと見るがいい。この勝負絶対に負けられない。せってやおっしゃ。ほらよ。二の型颯。さてとエニグマ工藤、私の番です。エニグマ鼓動。よし。やそこだ。そこだ。そこだ。さてと行くぞ。はい。死ね増幅サイト来て。やるな。俺の番だな。さてとドライブ開始。さてと
やれる。負けられない。セレンの女神の奇跡、光がなりて天より来た。オーラありがとう。ありました。行くぞ。やっ私の番です。エニグマ鼓動。よもやここまでやるとは。キー裏早く。そこだ。行くぞ。やっさてと、やっやあ、行きます。私の番です。AO システム開放します。位相空間にアクセス。絶対衝撃個別展開。行くぞ。ゼロフィールド。俺の番だな。行くぞ。これが俺の全力だ。メテオブレイここまでか。その程度じゃ俺たちは止められない。ロイド、他の者たちも本当に強くなったな。だとしたらアリオスさんが目標になってくれたからです。確かにあんたがいなけりゃここまでは来られなかったかもな。同感です。いつも目指すべき壁としてはるか先にいてくれましたから。まったくそのように言われる資格などそもそもないというのに。アリオスさん、あの日兄貴を撃ったのはイアン先生ですね。そいつは。なぜそう思う？単なる消去法です。事件の背景を考えると、先生以外に容疑者がいるとしたらディーターさんかマリアベルさん。ただディーターさんには計画の全ては伝えられていないようだし、マリアベルさんも兄貴とは接点がない。だがイアン先生は兄貴ともかなり親しいようでした。そして国外の出張も多く、自衛の必要がある先生ならば拳銃に慣れていてもおかしくない。どうですか？60点だな。だが9大点はつけざるを得ないようだ。なあ、アリオス。お互い限界みたいだし、今日のところは休戦にしねえか。何をバカな。知られた以上
お前をここから返すわけにはいかん。来月の式を無事迎えたくば殺す気でかかってくるがいい。んなのできるわけねえだろ。そしたらお前やしずくちゃんを式に呼べねえだろうが。安心しろ、お前らの計画は誰にも話しちゃいない。ダドリーあたりに協力してもらおうかと思ったが、あいつも融通きかねえからな。セルゲイさんにだってまだ相談してないんだぜ。お前、それを聞いて俺が好都合と判断するとは思わないのか。いや、だってお前不器用だし。じゃなかったらこんな場所にのこのこ一人では来ねえだろう。とにかくこの辺りにして今から飲みにでも行こうぜ。そうでなくてもここ2年ろくに話もできなかったし、弟と彼女の自慢話くらいさせろっつうの。相変わらずだな。弟は確かもう15になるんだったか。はあ、俺に似ずに結構な秀才でな。どこかの高等学校あたりに行かせたいと思ってるんだが、まあいいや。雨だしガランテにでも。先生。なるほど、黒幕はあんただったか。悪いなガイ君。ご両親のことを考えたら君も誘うべきかと思ったが、多分君は絶対に賛同しないと確信できてしまったのでね。先生。当たりですよ。先生がついてるなら多分その計画ってのもうまく運ぶでしょう。でもきっと俺の代わりは現れますよ。ああ、そうだろうな。ガイ、しっかりしろ。しまったな。こんなことになるならロイドとセシルに。ガイさん、そんなことが。因果の話だぜ。ありがとう。兄貴の最後を教えてくれて。礼を言うな。イアン先生は多分揺らがないだろう。そしてキーヤの決意も固いようだ。二人を崩せるかどうか。お前たちの全てをぶつけてみろ。ロイド、これでやっと兄貴に届けた気がする。ありがとう。みんなのおかげだよ。何言ってんだっつうの。ロイドさんの意志がアリオスさんという壁を突き崩したんだと思います。そしてガイさんの死という過去の暗闇に光を当てた。ええ、私たちはその手伝いをしただけだわ。次ばかりは手伝いなんて言ってられないけど。そうですね。
ベルお嬢さんにイアン先生、それもヒーローか。ああ、最後の領域も解放した。とりあえず新域の終点に戻ろう。あれは昇降機のようですね。それじゃあ、あの上にキーヤちゃんが。ああ、間違いねえだろう。アリオスさんは超えたが、あの得体の知れないマリアベルさんが残っている。できれば一度メルカバに戻って最後の準備を整えておこう。絶対に何としてもキーヤを取り戻すためにも。ええ。各地を回れるのもこれが最後になりそうだな。